エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はペン入力に特化した Android タブレット Wacom ムービングパッド11を発売日に購入してしばらく使ってみたので、いいところや気になったところを詳しくレビューします。このタブレットのすごいところは、プロ用の10万円以上するお絵かきタブレットと同じ高性能なペンが7万円くらいでパソコンなしで使えるところです。ただ、ペンは高性能だけど、タブレット本体の性能は1から2万円くらいの安いタブレットと同じくらいなので、それが書き心地にどのくらい影響するのか、今回は iPad や他のタブレットとも比べながら、どのくらいの作業なら快適にできるのか細かくチェックしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。付属品は説明書、USB-C ケーブル、スタイラスペンでペンの上側を外すと中に返芯が3本入っていました。細身のマットな質感で充電不要で電池も入っていないので、すごく軽くて長時間の作業も快適にできそうです。横にはツール切り替えのボタンが3つついています。別売りのパーツで太さや重さを変えられるので、細くて軽いペンが苦手な人はグリップで太さを調整したり、重りを入れて重くすると良さそうです。タブレット本体の見た目はアルミ製のシンプルなデザインで iPad と同じくらい高級感があります。左上に電源ボタン、右上に音量調整ボタン、右側に充電ケーブルを挿す USB-C ポートがついています。充電用の AC アダプターがついていないので、持っていない人は自分で買わないといけません。画面サイズは11インチでガラスがアンチグレア加工されているので映り込みが少なく、表面がサラサラしていてタッチ操作もしやすいです。重さは 588g で同じ大きさの iPad よりも 100g くらい重たいので iPad に慣れていると重さが少し気になりますが、その代わり机に置いた時に動きにくくて安定感があります。裏側に小さなゴム足がついていてカメラも出っ張ってないので机に置いてもガタガタしないのは嬉しいです。それでは実際に使ってみます。初めて起動すると Android の設定画面が出るので Google アカウントなどを登録します。ロック解除はパスコードで、顔認証や指紋認証はついていないので使う時に毎回パスコードを入れるのが少し面倒ですが、電源ボタンを2回押すかペンを画面に置くとパスコードなしでWacomキャンバスアプリが起動してすぐに書けるのはお手軽でいいと思います。 UI がシンプルで鉛筆の書き心地もいいのでちょっとしたお絵描きなら快適にできそうです。ただペンの色が青と黒だけだったり、レイヤーも1枚だけでタッチ操作でキャンバスの回転や拡大縮小もできないので、本格的なお絵描きはクリップスタジオの方でやる感じになっています。描いた絵をクリップスタジオで開ける機能もありますが、その時はどうしてもパスコード入力しないといけないので、顔認証か指紋認証がついていると嬉しかったです。設定でダブルタップでスリープ解除をオンにすると、指でスリープ解除した後に素早くパスコード入力できておすすめです。Wacomキャンバスで描いた絵はアプリを閉じたりスリープすると自動で保存してくれてWacomシェルフアプリで見られますが、見る専用で画像を消すことはできないのでフォトアプリの方で消さないといけません。Wacomキャンバスは画像を編集すると上書きされずに新しい画像がどんどん増えますが、シェルフでいらない画像を消そうとしても消せないので初心者の人には少し分かりにくいかもしれません。少し前まで画面分割機能でシェルフの資料を見ながらキャンバスで絵の練習ができていましたが、最近のアップデートでキャンバスの画面分割が使えなくなってしまったり、まだ発売したばかりでアプリの方はいろいろ調整中だと思うので、今後のアップデートで使いやすくなると嬉しいです。ホーム画面はとてもシンプルで余計なアプリが入っていないのでお絵描きに集中できそうです。Wacom ID を登録すればクリップスタジオのデビュー版が2年間無料で使えるので、初心者の人でも買ってすぐにお絵描きできるようになってます。プレイストアから好きなアプリが入れられるので他のお絵描きアプリも入れてみましたが、IBIS Paint やメディバンペイントなどもちゃんと動きました。画面の色域は sRGB99% 相当で発色も綺麗だと思います。解像度が高くて小さな文字も読みやすいです。バックライトやフレームに少しムラがあって画面の端の方が少し暗かったり、金属のフレームが上側だけ出っ張っていてペンをシュッと払った時にペン先がぶつかって痛みそうなのが少し気になりましたが、
が、絵を描くときはだいたい真ん中の方で描くので気をつければ大丈夫そうです。 SNS で他にも気になっている人を見かけましたが、初期型はこういうちょっとした不具合がつきものなので、今売られているものは直っているかもしれません。画面サイズは11インチで B5 用紙よりも少し小さいくらいです。最大輝度は400ニットで、日光下だと少し見づらいですが、室内だと気にならないです。アンチグレアの画面は映り込みが少ない代わりに少し白っぽくぼやっとした感じに見えることがありますが、この製品は横から見てもそんなに白っぽくなくてとても見やすいです。ただ公式域な光沢タイプの画面と見比べると色が少し違って見えるので、気になる人は作業途中で別の画面にも表示してみて、ちゃんとイメージ通りの色になっているか確認すると良さそうです。リフレッシュレートを 90Hz に設定できるので、普通のタブレットよりも残像が少なくて見やすいです。リフレッシュレートを上げるとバッテリーの消耗も早くなるので、バッテリーを節約したい人は 60Hz のまま使うと良さそうです。あとバッテリーの充電を 80% で停止に設定すればバッテリーが傷みにくくなるので、充電しっぱなしで使う人は設定をおすすめします。スピーカーは低音弱めで音が少しこもり気味なので、音楽を大音量で聴くのには向かなそうですが、 YouTube 動画を見るくらいなら気にならないです。スピーカーの穴が四隅にありますが、音が出るのは左上と右上だけで、縦持ちだと片側しか音が鳴らないのは iPad と一緒です。イヤホン端子はないけど Bluetooth の無線イヤホンが使えます。カメラの画質も必要最低限な感じですが、ちょっとした資料を撮影するだけなら気にならないです。タブレット本体の性能はこんな感じですごく高くはないですが、ブラウザで調べ物をしたり動画を見るくらいなら十分快適にできると思います。ただワイドバインが L3 なので DRM 付きの動画は綺麗な画質で見られないです。ストレージは 128GB でお絵描きするだけならすぐに容量不足にならないと思います。最初から 10GB 以上使われているので、実際使えるのは 110GB くらいです。SD カードには非対応で、後から容量は増やせません。ゲームも画質を下げれば一応遊べますが、最近のゲームは容量をすごくたくさん使うので、お絵描き専用で使うのが良さそうです。ストレージがいっぱいになったらクラウドや USB メモリにファイルを移したり、クイックシェア機能でパソコンに移すと良さそうです。次はペンの書き心地をチェックしてみます。ペンは8192段階の筆圧感知と60度の傾き検知に対応しているので、本物の筆で書いたみたいにペンを押さえる筆圧や傾きで線の強弱や濃淡を変えられてすごく書きやすいです。安いペンは線がなみなみしたり、書き始めに筆圧をかけないと線が書けないことがありますが、軽めの筆圧でもちゃんと書けました。線をゆっくり斜めに引いた時になみなみする感じもほとんどないし、ペン先とカーソルのズレも気にならないです。もしずれて見えるときは環境設定のペンタッチで調整できます。対応しているペンが多くて、文房具メーカーのデジタルペンが使えるのも嬉しいです。書き心地も普通にいいですが、プロペン3の方が高性能なので線の太さをコントロールしやすかったり、弱めの筆圧も途切れずに認識してくれる気がします。線の遅延は高性能な iPad Pro と比べると線が少し遅れて書かれる感じがありますが、パソコンの液タブと同じくらいで個人的には気にならないです。書き心地はアプリによっても変わるのでいろいろ試してみましたが、ワコムキャンバスやクリップスタジオは遅延が気にならないけど、アイビスペイントやメディバンペイントは iPad 版と比べると遅延が大きめだったり、傾き検知にも非対応でペンを傾けても線の太さが変わりませんでした。ペンにボタンが3つついていて、消しゴムやスポイト、キャンバス移動が楽にできます。ボタンの機能はワコムキャンバスは変えられませんが、クリップスタジオは就職キー設定のツールを一時変更で変えられるので、好みで調整すると良さそうです。パームリジェクションにも対応していて、ペン先が画面の近くにあるときはマッチ操作が無効になって誤作動を防止してくれます。ただ手の方が先に当たるとたまに誤作動するので、気になる人はお絵描き用の手袋を使ったり、環境設定のタッチジェスチャーにある指でツールを使用をオフにすると良さそうです。パームリジェクションの効き方は iPad
iPad の方が自然で、ペンを握る手が画面についたままでもペン先を画面から少し離すだけでタッチ操作できますが、ムービングパッドはペンを画面から少し離しただけだとタッチ操作が反応しないので、2本指タップで1つ前に戻したり、キャンバスの拡大縮小や回転をしたい時に画面から手を離してカーソルが消えるまでペンを大きく離さないとタッチ操作できないので、 iPad に慣れている人は気になるかもしれません。これは他の Android タブレットでも起こるので、多分 Android の癖みたいなものだと思いますが、 iPad は特に意識しなくても思い通りにタッチ操作できるので、パームリジェクションの効き方は iPad の方が自然だと思います。ペンの書き心地は個人的にムービングパッドの方が好みです。 iPad は画面に別売りのフィルムを貼らないとツルツルカツカツしていて書きにくいですが、ムービングパッドは画面が最初からアンチグレアで表面がサラッとしているので、カツカツした感じが少なくて書きやすいです。ペンが充電不要で軽いので筆圧のコントロールもしやすいです。このように iPad とムービングパッドそれぞれにいいところがあるので、どちらにするか迷っている人は自分が何にこだわりたいかで決めると良さそうです。私はペンが充電不要で気軽に使える方が嬉しいので、ムービングパッドのペンの方が好みですが、遅延の少なさやパームリジェクションの性能にこだわりたい人は iPad のペンの方が使いやすいと思います。どちらも家電量販店でお試しできるので、気になる人は実際に両方試してから決めるのをおすすめします。次は実際にどのくらいの作業なら快適にできるのか、フリップスタジオのいろんな解像度でチェックしてみます。快適度は作業スタイルや絵柄などで大きく変わるので、一つの目安として参考にしてみてください。このタブレットは性能が控えめなので、レイヤーをたくさん使ったり長時間作業するとメモリ不足の警告が出たり、アプリが止まってしまいます。メモリは作業中のデータが一時的に保存されるところで、メモリの容量が多いほどレイヤー枚数をたくさん使えたり、長時間作業してもアプリが止まりにくくなります。この製品はメモリが 8GB でタブレットの中では普通くらいですが、最近のパソコンと比べると少なめなので、まずは使えるレイヤー枚数をチェックしてみます。A4 の 350dpi だと70枚くらい、B5 の 350dpi だと120枚くらいはファイルを開いて作業することができました。ただメモリは作業中も少しずつ消費されるので、レイヤーが多すぎるとちょっと線を書いただけですぐにメモリ不足の警告が出てしまいます。なので快適に作業できるレイヤー枚数は30から50枚くらいだと思います。ただレイヤー枚数が少なくてもフィルターを多用したり、レイヤーをたくさん選択して変形したり、ポリゴン数の多い 3D モデルを置いたりすると動きが遅くなったり、メモリ不足の警告が出てしまいます。なので作業スタイルによっては同じレイヤー枚数でも最後まで快適に書ける人と途中で警告が出て快適に書けない人がいると思います。例えばウェット水彩や厚塗り油彩のような重めのブラシはタブレットの性能が足りなくて思うように書けなかったり、軽めのブラシでもサイズを太くしすぎると動きが遅くなってしまいます。本色円ブラシは100ピクセルくらいからもっさり感が目立ち始めました。他にも複数のレイヤーを選択して変形や回転したり、歪みツールを使うと処理落ちやメモリ不足の警告が出やすいので、絵を変形してバランスを整えながら描く人は気になるかもしれません。あと別のアプリを使った直後にクリップスタジオを使うと最初からメモリがたくさん使われていて、レイヤー10枚程度の同時変形や軽めのブラシでも処理落ちしたり、すぐにメモリ不足の警告が出ることがあります。そういう時は一度クリップスタジオを閉じて開き直したり、メモリクリーナーアプリで使用メモリを減らすと治りますが、 iPad はその辺のことを自動でやってくれて、同じメモリ容量でも警告が出にくいので、そういう操作が面倒な人は iPad の方が使いやすいと思います。解像度や DPI を下げればタブレットへの負担を減らせるので、印刷する予定のない絵は 144dpi くらいに下げると描きやすくなると思います。このように作業スタイルや絵柄などで快適に使える人とそうじゃない人に分かれると思いますが、ラスターレイヤーに G ペンのような軽めのブラシで描くだけならパソコンと同じくらい快
快適に描けるし、3D デッサン人形も1体だけならほとんど処理落ちせずに使えるので、アイデアラフや線画、下塗りくらいまでならほとんどの人が快適に使えそうです。もともとエントリークリエイター向けの製品なので、複雑な操作をしない初心者の人や気軽に使えるサブのお絵描きタブレットが欲しい人向けの製品だと思います。パソコンと液タブを持っている人は、動きが重くなってきたらパソコンの方で作業するみたいにうまく使い分けると良さそうです。ここからは実際にワコムキャンバスでお絵描きしながら、いいところと気になるところを話します。いいところはお絵描きに特化したペンが最初からついているところです。何十万円もする液タブと同じ高性能なペンがパソコン不要でどこでも気軽に使えるのは嬉しいポイントだと思います。バッテリーも6時間くらい使っても平気だったので、すぐにバッテリーが切れて困ることもなさそうです。充電速度が遅めですぐに充電が終わらないので、使いたい時に使えるようにこまめに充電しておくのが良さそうです。磁石で付け外しできるアダプターをつけると充電が楽になって快適です。本体の発熱は長時間作業すると左側が少し暖かくなりますが、手があまり当たらないところなので気にならなかったです。次に気になるところですが、タブレット本体の性能が控えめなところです。レイヤーを増やしすぎたり長時間作業するとメモリ不足の警告が出て作業が中断してしまうので、プロの人がパソコンでやるような重めの作業には向かないと思います。画面もお絵描きタブレットとしては小さめなので、大画面の液タブに慣れている人はキャンバスを拡大縮小しながら描かないといけなくて少し描きにくいと思います。設定アプリのユーザー補助、表示サイズとテキストの表示サイズを一番左にしてボタンを小さくしたり、よく使う機能を別売りの左手デバイスに設定してボタンを非表示にすればキャンバスの範囲が広がって描きやすくなると思います。性能が1から2万円くらいの安いタブレットと同じくらいなので、動画編集やゲームのような重めの作業には向きませんが、電子書籍を読んだり YouTube 動画を見たり日常使いなら快適に使えると思います。せっかくペンの書き心地がいいので iPad Pro のような高性能な上位モデルも出てくれると嬉しいです。あと iPad みたいにペンを本体にくっつけられたり、ペンを収納できるケースが最初からついているとペンをなくしにくくていいなと思います。気になるところ2つ目は Android のバージョンが最新じゃないところです。Android は毎年新しいバージョンが出ますが、Flip Studio は最新の4年分しかサポートされていないので、2年前のバージョンが使われているこの製品は早ければあと2年くらいで最新の Flip Studio が使えなくなるかもしれません。ワコムが前に出した Android タブレットはバージョンアップされずに販売終了してしまったので、今回はちゃんと Android のバージョンアップに対応して少しでも長く使えると嬉しいです。前のタブレットにはパソコンの液タブにできる機能がついていて、Android のバージョンが古くなっても液タブとして使えたので、今回もその機能がついていると嬉しかったです。アプリで無理やりパソコンの液タブにすることもできますが、傾き検知が動かなかったり、たまに表示が遅れたりするので、アップデートや次の新型で液タブにできる機能もついてくれたら嬉しいです。Android がバージョンアップされるかは今のところ未定なので、少しでも長く使いたい人は OS が6年くらいバージョンアップされる iPad や Galaxy Tab などを選ぶと良さそうです。この製品に向いている人はなるべく安く書き心地のいいペンでお絵描きを始めたい初心者の人や、パソコンと液タブを持っていてどこでも気軽に使えるタブのお絵描きタブレットが欲しい人向けの製品だと思います。ペンを使わない人は同じくらいの性能の安いタブレットが他にもあるのでおすすめしませんが、プロペン3が使える液タブは安くても10万円くらいするし、別でパソコンも買わないといけないので、書き心地のいいペンを少しでも安く使いたい人にはとてもコスパの高い製品だと思います。最近は書き心地のいい充電不要ペンのタブレットが増えて嬉しいけど、ほとんどが初心者向けでタブレット本体の性能は控えめなものが多いので、次はペン以外も高性能なお絵描きタブレットが出てくれると嬉しいです。他にも良さそうなタブレットがあれば買ってレビューしてみるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録、高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。